はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回の作業は前回の続き。前回スリーブを入れるとこまでやりました。もう冷えたのでガッチガチですね。抜こうったって抜けません。もうここまで来ると、抜くにはまた温めるしかないですね。でまだこのスリーブ入れただけなんですけど、まだ寸法が合ってません。こっち 34mm で穴開けてあるんですけど、ピストンは 35mm です。なので全く入る気配はないですね。なのでこのピストンに合わせてボアを広げます。35まで広げてクロスハッチ加工とかホーリング加工とかやってきます。それと細かい部分の仕上げ、フィンの間をちょっときれいにしたりとか、そういう作業をやっていきます。さて、では作業を始めます。作業自体は基本的にはセンター出してボーリングをするという作業ですね。じゃあフライ水道します。さて、ではとりあえずこの出っ張り分だけ削っちゃいますね。そうだね、まだ少し段差ありますね。今はこのままいきます。ではそれぞれのボアを調整していきますか。目標ボアをいくつにするかだよな。なかなか難しいとこですね。ではこいつを外して、まずはセンターを出さないとね。こいつでよいしょ。こんなもんかな。ブレカンとしてはこのぐらいですね。これで OK。 はい、5本のマイクロカット。はい、替え刃ももうあると。97と、このままボーリングで 34.97 まで進めます。
で97ジャストのはずですね。これで違ってたら最低だな。お、97ぴったりになりましたね。はい、他の向きも同じと。よし、できた。はい、今回はアリエクで買ったシリンダーホーニング使っていきます。で、簡易的ですが循環装置もつけました。こんな感じで循環させればいけると思います。はい、モーニングの仕上げ加工ですけど、何回かやってる間に砥石がバランバラになっちゃいました。なんででしょう。まあビビリオンが出てたりしたんでちょっと難しいのかな。砥石は新しいのつけて使ってもいいんですけど、以前の砥石ホーニングツールの方を使ってきます。なかなかホーニング加工が苦戦しますね。はい、セットし直したのでもう一回やってみます。はい、準備できました。サンドペーパー巻いたんでこれでいいですね。ひたすらこれを繰り返すだけですね。そろそろいいかな。ちょっと削ったら一回外して計測と。0.02 狭いはず。今はい、ここからはタイムラプスで進めていこうと思います。よいしょ。はい、あれからかれこれ結局2、30分やってますね。これ10分やっても1000分の5ミリぐらいしか、5ミリもいかないっていう感じ。1000分の5ミリも削れてくれないんで、まあ結構長くかかります。一応ピストンクリアランスに関しては 0.04 から 0.05 程度狙ってきます。まあそれで十分だと思います。よし、そろそろかな。よし。シュッと。はい。35.00 だね。これ位置が変わるとちょっとずれるけど、まあ大体 OK ですね。で、今の時点ではテロンテロンのピカピカなんですよね。なのでこれじゃまずいのでクロスハッチをつけてきます。最後にクロスハッチつけるだけならこいつの方が使いやすいな。は
でクロスハッチついたと思います。ちょっと縦線出ちゃったけど、まあしょね。これでやっとシリンダー1個終わりました。まだ2番、3番、4番とあるんですけど、とにかく最初に1個終わりましたね。じゃあ2番以降も基本的には手順は同じでいきます。次2番のシリンダーやってきます。わあ、やることは同じですね。まずはボーリングでギリギリまで追い込んで、その後ボーリング加工で最終仕上げと。まずは芯出しとにかく。これで今、34.98、あと約 0.02 ですね。残りはホーリングというかラッピング、そういうのでヤスリで一応削ってきます。よいしょ。よし、では最終調整と。仕上げは慎重にやるといいんで、のんびりやってきます。にしても腕に疲れました。これ自動化すればよかった。よし、今ほぼぴったり。よし、これで OK と。そしたらじゃあこいつもクロスハッチをつけなきゃと。まあそんなに寸法が変わるほどつけなくていいのでこんなもんですね。残りの3番と4番も同じ手順でやってきます。同じ手順なので絵面変わらないので、もうここからは全部タイムラプスで進みます。はい、シリンダー4箇所全部ホーニングやなんかの加工終わりと。4箇所全部終わりました。そしたら次やらなきゃいけない加工はこの奥の部分、こういうところにかさぶた状の鋳造不良があるんで、これを最終的にはリューターできれいにするんですけど、結構ここでかいのでリューターで全部やると大変なので、エンドミルであらかた取ってしまいます。
だいたい取れたね。あとはフィルターでやりゃいいや。では仕上げをやってきます。よし、こんなもんかな。だいぶかさぶた状のものを取れましたね。綺麗になってきた。あと他の場所も仕上げてきますか。こういうとこですね。やってきます。よし、だいたい仕上がったね。かさぶたの部分も全部取ったし、フィンの奥も綺麗になったと。はい、これでいいね。ただ一つ問題があります。ここにオイルラインがあります。これ、オイルがシリンダーヘッドに上がるための通路ですね。微妙に鋳造不良があって、ここ穴が開いてますね。懸垂を塗って、複数箇所段ありますね。なのでこれはオイルラインとして問題がありますね。ちょっと穴の数が多いので溶接で塞ぐのは難しいですね。なので今考えてるのはここにもう一回り大きい穴を開けて綺麗なパイプを通しちゃいます。まずやるのは穴を5ミリにする、4ミリに拡大 4.1 にする、4ミリ前後ですね。とにかくこのパイプが通る寸法にしてきます。4.1 を通して、これで入るね。OK。パイプがちょうど通る穴開けたので、これを固定するんですけど、とりあえずここを皿状に揉んどきますね。カシメ工具は不要になったベアリングあたりを使えばいいですね。みんなどっか行っちゃった。ベアリングの玉抜きまして、これを当てるようにすれば OK です。で JB ウェルドで細かい隙間を埋めると、漏れ防止のための補助ですね、こいつは。そしたらまあこういうとこに塗りたくっておきます。こっちにも同じように塗っとくと。そうするとある程度広がりますね。はい、こんな感じで新しいパイプを入れて、で両端からかしめてあります。あとはボンド乾い JB ウェルド乾いたらオイルストーンで仕上げとけば大丈夫でしょう。よし、これで漏れ対策は OK です。クランクケース側での座標ミスが1個見つかりましたね。ここ座標間違ってます。なので
ここのネジの修正をやっていきます。問題のネジってのはこの1箇所なんですけど、ちょっと座標がこっちなんですよね、本当は。なのでまずこの穴を埋めてしまうことから始めます。埋めるにあたっては似たようななるべく強度の近いアルミ材を使ってネジを打ち込む。それで平らにして正規の座標に穴を開けると。この六角棒を使ってネジ作ってきます。はい、これで M5 のアルミのネジできました。接着剤も併用して入れていきます。でこれでねじ込むと。ねじ切らないように注意しながら限界まで。後で接着剤乾いたらここは切って慣らしていきます。はい、フランスで仕上げてオイルストーンで軽く磨くとこんな感じで綺麗に埋まります。こうなれば新しい場所に穴開けられますね。はい、それではここの穴をやり直そうと思ったんですけど、その前に致命的な設計ミス発覚しました。これはやばいです。正直やばいです。2つを見比べると分かるんですけど、ここですね。ここの形状が違います。こことここが対になるので、こっち側もこの形状、これと同じ形状でなきゃおかしいはずなんですよ。でも実際の形状としては全く違う形状ですね。なのでどういうことになるかというと、こんな感じで段差があります。こっちからライト照らせば分かりますけど、光が見えますね。ここオイルが来るんで、オイルバシャバシャなってる場所なので、このままだとオイルじゃじゃ漏れになりますね。なのでこれ修正しなきゃなんないですね。なのでできればこのギリギリからこんな感じでここまで溶接しちゃいたいですね。溶接で持っちゃいたいですね。ここはここ修正する前に気がつけばよかったな。とにかくまずリューターできれいにして、その後溶接していこうと思います。ではおよそ溶接が必要になりそうな部分きれいにしときます。なんとか溶接で埋めました。なのであとはここを一旦きれいにします。
はい、あとはここら辺にネジ用の穴があったはずなので、これを開け直します。開け直すんですけど、これはもう座標分かんなくなっちゃったんで、リューターで掘りながらそれっぽい感じにしますね。こんな感じで OK だね。設計ミスの修正一応終わり。あとは液体ガスケット塗るなりなんなりして、まあなんとかしますね。はい、ではここに穴の開け直し、ドリルの打ち直しと、はい、これで、クランクケース側の修正部全部終わりました。あとはこのノックピンに対応した穴をシリンダー側で開ければ OK ですね。ではノックピンの穴開けていきます。はい、これで今回のシリンダーの加工一通り終わりとなります。シリンダーがこれで一応はある程度目処がつきましたね。あとはテンショナーのネジとかテンショナー関係はまだ先、この後ヘッド周りやってから調整も入ると思うので、その時にやりたいと思います。はい、クランクケースにもピタッと収まりますね。まあとりあえずこんな感じですね。まあなんとか進んではおります。まだまだ先は長いですけどね。部品を載せるだけの仮組みやってみようと思います。まあ仮組みをやる意味というのは特にないです。気分を上げたいためにやりますね、これは。詰めなきゃなんないでしょうけど、はい、なんとかここまで来ました。今回の動画はここまでとなります。次回はシリンダーヘッドの準備ですかね。そろそろその辺をやらなきゃなんないと思いますけど、ちょっとまた図面を見ながら考えます。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。